こんにちは、トレザーズです。こんにちは。今日はですね、ブルーラグーンダイブショップに来てます。というのも、大阪万博とかに展示されてた中区の新線の 3D の模型が届いたということで、それを見に来ました。見に来ました。何ちゃうのそれ。何発音発音や、発音。関西弁や。その 3D モデルを作った人は、ホルジャーさんという方で、我々もたまたま偶然中区に撮影に来てたのを見たんですけど、こういう棒に GoPro をこういくつか6個ぐらい6個かな、くっつけて、それで新線の周りをぐーっと撮影して、その画像を処理してその 3D モデルを作ってるんですよね。なんかあれやんな、撮影も一人やったしさ、なんか昔って 3D 作るのってすごい大掛かりなイメージだったけどさ、水中スクーターでバーッと撮って、多分そのスクーターがあるからバーッとこう速いやんか。そやから撮ることができたんじゃないかなと。でそれが、大阪万博のミクロネシアブースに展示されてて、そこに展示されてたものが中区に送られてきたと。でブルーラグーンダイブショップに飾ってあるので見ていきましょうか。お、これやね。すごいね。思ったより大きいね。Facebook で結構写真は見てたから、こんなもんかなと思ってるけど、めっさ軽いで。びっくりよ。重いかと思ってた。で万博の時は船名が置いてなかったと。そうだから結構X でさ投稿してる人おったけど、こう名前が何もついてないから、でなぜミクロネシアブースに飾ってあるのかも誰もわからないと、この作ったホルジャーさんはさ、行ったんよね、万博の会場におったんよね。もったいなかったな、ちょっとな。というわけでですね、この船が何の船か見ていきましょうか。はい、じゃあまずこれからいきましょうか。はい、この船はですね、こっちが船首、こっちが船尾ですね。右舷を下にして倒れてますと。この船に潜ったことのある人はなんとなくこの形ね、覚えがあると思います。あとはですね、特徴的なのはこのプロペラが2個ついてますね。ちょっと待って、ダイバーおるで。あ、ホルジャーさんちゃうか。特徴的なのが二軸ですね。プロペラが2つついてる船ですね。中区では、少数派の沈船になります。で、後ろに大きい大砲が1つついてると。正解は後ほど。そうなん今言おうぜ。何の船でしょうか。あ、積み荷も。ほんまや、すご。これね、この戦争の中にあるやつ、これ積み荷なんですけど、すごいね。ところどころにダイバーおるな。こことここと。バディシステムどないなってんの。だいぶ離れてるからなこれ。これ全長何メートルぐらいやっけ。この船で140ちょいぐらいじゃん。結構大きな船なんですよね。もともと客船というか、貨客船、貨客船で、これヒントちゃうか。正解はリオですね。これリオデジャネロ丸ですね。いや、めちゃくちゃよくできてるというか、すごいね。付着してるサンゴね。サンゴもすごいついてるし、大砲で、ここの船倉の中に入ると酒瓶がいっぱいある船倉があって、で、この船橋部分はもう年々崩れてきてるんですけど、この辺にエンジンルームが入っていけて、いやーすごい、ほんとそのまんまだね。リオデジャネイロ丸でした。じゃあちょっと次の沈船行きましょうか。次はこれはですね、こっちが船首で、船橋部分が多分ここになると思うんですけど、完全に壊れてますね。で、船倉が1、2、3、3つあります。マス
トが壊れてますね。あ、多分輸送中に壊れてもうたんかな。うん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 、はい、これでわかりますね。うん。何でしょう。なんかもうちょっとヒントくださいよ。ヒントとしては、うんここに車輪みたいのがついた、多分トラックのフレームちゃうかなと思うんですね。それと戦争の積み荷が、この一番戦争は機銃弾、これぐらいの機銃の弾がいっぱい入ってますね。でこの戦争の中はトラック、飛行機のエンジン、薬瓶とか、まあそんな感じかな。もうこれで分かる人は分かるやろな、このヒントで。そうやな、うん。正解は三機三丸です。山、鬼、山と書いて三機三丸ですね。三木さんでした。本当はね、三木さんって言ったらやっぱこのマストがすごい特徴的だから、めちゃくちゃ綺麗でね、トップはもう水深3メートルぐらいですごい浅いんですけこうか。ど、でね、この船船尾側がもう大破してるんですけど、ちょっとね離れた、まあこの辺かな、プロペラとか残ってるんだよね。水深40メートルぐらい、 40ちょいやね。こっちの方にね残ってます。はい。はい、では次はこちらの船です。はい、この船はですね、左舷を下にして真横ですね、大方真横になってますと。こっちが船首でこっち向こうが船尾ですね。でこの船の特徴としては、一番船倉に飛行機のエンジン、タイヤ、翼、プロペラの羽なんかが入ってますね。でここの2番船倉にはトラックのフレームが積まれてますね。ほんでこの一番上の部分ね、船橋の一番上の部分が操舵室になってるんですけど、操舵輪とかね、操舵機、あとはテレグラフなんかがきれいに残ってます。で、ここが機関室になるんですけど、機関室の中も非常にきれいですね。正解は、はい、正解は桃川丸です。桃川です。さっき圭介さんこれ何の船やって言ってたまあうちでもねあんまり潜りに行くことないしね、でもいい船よね、私結構好きやわ。でここにねフィルターが置いてあるよね、ちょこんとね。私こっちのスクリュー行ったことないな、桃川。俺もあんまないな。まあそんな感じで桃川丸でした。はい、続いての船はこちらです。これはこっちが船首ですね。で大砲が残ってます。倉庫が1、2、3、マストが折れてます。船橋も壊れてて、船尾側も倉庫が1、2、3で大砲がついてると。で船尾がこんな感じで、プロペラは1つ。キングポストが折れてんねん。あ、ほんまやな。あったわ。あったわ。これがね、そうそう、本当はこうついてます。でこの船の一番船倉は航空機のパーツですね。で2番には飛行機が輸送するためにこうバラバラになった状態で積まれてます。これ大ヒントですね。もうこれで分かりますね。そうですね。これ言ったらもう、はい、もうあとはいいでしょう。藤川丸ね。ちょっとはいどうぞ。正解はもうもう藤川丸やから、藤川しかあらへんがなこれ。まあ中区で一番有名、人気のある船です。全長は130ちょいぐらいか。そうですね。140弱ぐらいですね。でタイタニックの撮影にも使われたっていうような船で、この通路の入り口もちゃんとあるわ。あ、そう。こっからね入ってくんですよ、いつもね、うちはね。なんかさ、普段潜ってるけどさ、全体は見えないじゃん、潜ってる時ってさ。そうやな。だからこうやって全部が見えるとなんかちょっと感動するわ。はい、で最後は飛行機です。飛行機ですね。これも壊れたんかな。プロペラついてたような気すんねんけど、ここのプロペラの羽も多分あると思うんだよね。これも輸送中に折れちゃったかなっていうとこか。多分ね、これを見て思い当たる飛行機が2つあるのよね。零式推定かシューンなんですよね。
ここにペラがあるとしてですね、ここの形を見ると、多分これは、多分というかこれシウンですね。水上偵察機ですね。シウンです。はい。コメント少ないな。うん、まあ飛行機やからな。まあうち飛行機好きのお客さん多いからさ、まあ見てすぐ分かる人は分かるかもしらんうんうね。ん。こんなもんパッと見シウンやんけど、マニアの人にうは。ん、新鮮は見てもわからん。うんうんうん、せやな。ううんん。以上、今ここにあるものは全部見たかな。そうやな。うん。今日紹介したの5つなんですけど、まだこれからどんどん送られてくるみたいです。今はここのダイブショップに置いてありますけど、最終ミュージアムの方に飾るということなんで、ぜひ皆さんダイブショップの隣にあるミュージアムも覗いてみてください。で、この 3D の新線を作ったホルジャーさんが 3D のデータを販売開始したということなんで、自宅に 3D プリンターがある人なんかはそのデータを使ってこういったものが作れます。概要欄にその販売しているサイトのリンクを貼りますので、ぜひ興味のある方は見に行ってみてください。私も欲しい。俺も欲しい。じゃ。バイバイ。